はい、どうも僕です。今回は日置市移住院にある約40年前に廃線となった南薩鉄道の遺構である太田トンネルっていう廃トンネルを見に行こうと思います。このチャンネルは鹿児島にある穴、主にトンネルになるんですが、そこを実際に歩きながら探訪してみるチャンネルです。昼間の様子と夜の様子を撮影しているので、トンネル独特の雰囲気の違いなどお届けできるかと思います。またトンネルだけじゃなくて自然に作り出した洞窟とかも行ったりするので、トンネルなどの巨大建造物や洞窟など興味のある方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみます。この南薩鉄道を簡単に説明すると、1914年大正3年に現在の日置市移住院から順次開通して、1931年昭和6年に現在の枕崎市まで全線開通した日本の支線を含む総延長約 68.4 キロの鉄道です。そして70年間活躍した後、1984年昭和59年に惜しまれつつ全線廃止になったようです。現在その廃線跡は一部サイクリングロードとして活用されたり、駅の跡地や橋脚など数多くの遺構が残されてます。もっとこの南薩鉄道について知りたい方は、加世田駅跡地が現在はバスターミナルになっており、そこに南薩鉄道記念館という施設があって、鉄道の歴史や SL の展示などもあるみたいなので、よかったら行ってみてください。そしてその鉄道遺構の一つとして、いくつかのトンネルも残ってるんですが、そのどれもがほとんど管理もされず放置されてるので、自然に埋もれながら人目につかないところでひっそりと眠ってるみたいです。とりあえず今僕が分かっているのは、今から行く太田トンネルと加世田駅跡地の近くにあると思われる加世田トンネル、この2つは確実に現存していることは分かってます。あとは支線となる知覧線の方にもいくつかトンネルあったみたいなんですが、現存しているかどうか分からないので、当時の路線図などと照らし合わせながら実際の現場を探訪していこうと思います。それではまず今回の太田トンネルに行ってきます。まずはトンネル見つけることからですね。この正面に見えてきた橋みたいなのは線路が通ってた跡です。はい、これが南薩鉄道跡の一部ですね。あっちが移住院駅方面で、こっちずーっと行くとトンネルあるはずです。ではちょっと上の方行ってみます。はい、上に登ってきました。こんな感じでレールも全部取り外されてますね。あっちが移住院駅の方です。そしてこっちにトンネルあるはずなんですが、とりあえず行けるとこまで行ってみようと思います。こんな感じでレールはないですけど、枕木とか金具ちょっと残ってますね。バラストも多分当時のままだと思います。いや、いけんのかなこれ。外された枕木なんかもありますね。さて、こっちに道路があるぞ。とりあえず行ってみようかな。ちょっと痛いでしょこれ。どうなってんだ。あ、これめっちゃくっつくやつじゃん。これはどうだ。あ、痛かった。痛かった。ねやろ。合ってますよね。バラストがあるから。冬でこれなんだから、もう夏とか入ってこれないでしょうね。とてもじゃないけど。っていうか普通に車は通れるじゃん。マジかよ。普通に来れるじゃん。まあいいや。あれでも登るな。違うんじゃないこの道路は。あれ上に行くんだけど。とりあえず先まで行ってみて、下に降りれれば下に降りようと思います。ここもすごいな。
下る。さて、いけるかな。どうなってんだ。でも、線路跡として面影はありますね。さて、実は上の方が良かったりして、よし、上に登ろう。くそ。今ちょっとナビを見てみましたけど、だいたい方向は合ってますね。最初からこっち通ればよかった。あれでもなんか離れていくな、トンネルと。なんか遠ざかってない？こっちなんだけどな。やっぱ違うな。やっぱこっちだな。ここから行けそう。あれ違うか？くそ。すげえ遠回りしてない？ちょっともう線路の後もわかんねえな。なんだこの空間は。なんだここは。違うとこ来た？石垣が。なんだろうこの石垣。どこだここは。んじゃこりゃ。いやー、途中まで逆に進んでました。だけど、こっち側なんですよね、地図で見たら。何も考えずに GPS 見ながら来たんですけど、たどり着くかなっていうのと同時に戻れるかなっていう感じです。高速道路の橋桁。どっちだねえ、相当遠回りしてるんですよね。あっち？とりあえずあっちの方行ってみようと思うけど、有刺鉄線張ってない？ちょっと。マジかよ。ここまで来て、と思ったら。もしかしてここ切り通しこれっていうことは、こっちにあるのかい？ちゃんと通路を残した。ありました。あったよー。よっしゃ、行きます。うわ、えぐいな。ありました。当時の切り通しがそのまんま。疲れた。はい、やっと到着しました。道に迷いながら40分ぐらいかな、道なき道をやってきました。ちゃんと帰れるかな。竹邪魔だな。これが南薩鉄道の遺構太田トンネルです。いやー、やっと来れました。で振り返って、あっちが伊集院方面ですね。でずーっと通ってあっち加世田方面になります。もう水が溜まってますね。ただ真ん中はレールはありませんが、枕木が残ってるので歩いていけそうです。当時のものかわからないけど電線も残ってます。であそこには外紙もありますね。銘板とか変額らしきものはちょっとわかんないですね。で支保工の代わりかな、レールですよね。レールを曲げ加工してずっと使ってあります。で上はレンガですね。でこのところどころ黒くなってるところは蒸気機関車のすすらしいです。よし、ちょっと行ってみます。
円。レールはないけどやっぱり金具は全部残ってますね。おー、やっと来れた。ちょっと夜来るときは別ルートで来ますね。なんだ、ちょっと弱かったのかな。ここだけ補強してある感じですね。あれ、コウモリかな。コウモリがいますね。で、工口振り返るとこんな感じです。はい、鉄道のトンネルなのでこういう退避所が何箇所かあるみたいですね。レールとレールをつなぐ金具ですよね。綺麗なレンガ積みになってますね。一応この太田トンネル自体はっきりと作られた年は分からなかったんですけど、この南薩鉄道自体が開通したのが大正3年1914年っていうことなんで、最低でもその時には完成しているわけで110年前のトンネルになります。で、長さが352メートルっていうことですね。ここにもありますね。ここを訪れた人たちがネットで情報を上げたりしてるんですけど、大口からずっとトンネルの中水浸しって書いてあったんですけど、全然そんなことはないですよね。むしろこの辺水は全くないです。時期によっても違うんでしょうね。今冬なので木々も枯れてて、入り口付近もあんな感じである程度通りやすかったですけど、夏場とかだったらすごいでしょうね。もありますね。あれ、何個目だったっけ。ここを鉄道が通ってたんですよね。ここにもある。うわ、コウモリもいる。どうやってくっついてんですかね、天井に。この辺からまた急に水が。鉄道とか電車に特に興味はないんですけど、鉄道が通ってた後の遺構とかは大好きですね。トンネルとかもありますけど、橋脚跡とか当時使われてた設備の跡とか、そういうのは見るのは好きですね。はい、こちら加世田川の工口ですね。で、当時使われてた電信柱でしたかね。要は電柱ですよね。で、こちらはずっと加世田方面まで鉄道が当時伸びてたんですよね。こっち加世田方面なんですけど、ここずっと行くと途中に上日置駅跡、上日置っていう駅の跡があるんですけど、駅自体はもうないんですけど、ホームの跡とか当時使われてた給水塔の遺構がそのまま残ってるみたいですね。機会があればそういうのも行ってみたいと思います。ほんで、これですよ。100年以上前のトンネルがこういう形で未だに残ってるんですからね。使われなくなったトンネルって独特の雰囲気がありますよね。よし、それでは伊集院方面に戻ります。もうこの苔から生えてるシダ類が歴史を物語ってますよね。で、この水に跳ね返った光が天井に映されてます。よし、さよなら。これはすすじゃなくて漏水でしょうね。すごい水がポタポタ垂れてる。もう前からも後ろからも水が落ちる音がポチャポチャ聞こえますね。工口付近は綺麗なオレンジじゃないな、茶色か。レンガの色がちゃんと出てますね。あそこの階段とかは完全にこのトンネルのために作ってあるんでしょうね。なので完全に立ち入りを禁止してるわけじゃないんですよね。あくまでも自己責任です。はい、それでは、トンネルの中は夜来てもそんなに変わらないと思うんですけど、完全にこの外ですよね。夜どんな雰囲気になるのか楽しみです。で、夜はこっちですよね。この上に路面道路が走ってるんですけど、
みんな見る限り、その能面道路の途中からこの土手を降りてきてる感じだったので、もう明らかにこっちの方が近いと思うんで、夜はなんとかこっちの土手を降りてこようと思います。はい、それでは、昼間の南薩鉄道跡太田トンネル、こんな感じです。それではまた暗くなってから来ようと思います。はい、というわけで夜になりました。昼間に来て帰るときに、帰る途中すぐそこのお家にちょうど女性の方がいらっしゃったので、少しお話ししたら、こちらの道路は私有地でもないので、車で行っても問題ないってことだったので、ここまで車で来てみました。マジかよ。昼間のこの場所ですね。普通に来れるじゃん。ただもう誰も通らない道路で管理もしてないみたいなので、この先はどこにも通り抜けることはできなくなってるみたいですね。それでは早速行ってきます。で、夜は別ルートで行くとか言ってたのに、なんでまたここにいるかというと、昼間来た時にどこをどう歩いてきたのか、帰り道が完全にわからなくなったんですよね。なのでトンネルの伊集院側の切り通しを通って、そのまままっすぐ藪の中を強行突破していったら、短時間で超簡単に昼間通ったところに出たので、またこちらから行ってみようと思います。さすがに初見だと不気味かもしれないですけど、僕は昼間に一度通ってるので平気ですね。はい、これ昼間僕が立てといた目印です。ただ棒を突き刺してるだけじゃ見逃すかもしれなかったので、一応バッテン型にしてみました。で、この藪を通ってトンネルの切り通しがすぐそこにあります。うわ、こう見ると怖えな。よし、では行ってきます。人が作った道じゃないんでしょうけど、なんか道っぽくなってるんですよね。うわー、よっこいしょ。切り通しを通って、ここですね。昼間ここまで40分ぐらいかけて、こっちの山の中をさまよってたんですけど、5分もかからなかったんじゃないかな。よし、では行ってみます。相変わらずえぐいですね。はい、到着です。また来ましたよ。倒れた竹とか木がすごいですね。ハイトンネルっていうのもあるんでしょうけど、なかなかな雰囲気です。周りが静かだからなのか、雨が降ったからなのかわかんないですけど、すごい水が落ちる音がしますね。では110年前のトンネル通ってみます。でも昼間通った時より全体的に濡れてますよね。天井からもポタ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 、いろんなとこから水が漏れてますね。外からもいろんな音が聞こえますね。紛らわしい。退避所ですね。水滴が落ちる音もたまにポチャンポチャンって落ちるぐらいだったらちょっと不気味さがありますけど、こんだけポチャ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 ずっと落ちてればもうただの水滴ですよね。当たり前ですけど、人も動物もいないですね。他の地域の方には申し訳ないですけど、こっち方面には熊がいなくて本当に良かったですね。熊がいないので藪の中とか平気で入っていけるんで、それでもやっぱりイノシシとかいると思うんで、そこら辺は気をつけないといけないんですけど、どうやって気をつけた方がいいんですかね。熊よけみたいにイノシシよけみたいな方法もあるんですかね。知ってる方いたら教えてください。枕木とこのバラストのデコボコで地味に歩きづらいですね。はい、こんばんは。返事は？人が挨拶をしてるのに無視ですか。あいつ前もあそこにいましたよね、多分。同じコウモリかはわかりませんけど、コウモリにも縄張りみたいなのがあるんですかね。はい、加世田川の口口見えてきました。
あれ何メーターでしたっけ？約350メートル。おお、エビもいます。エビ。昼間は全然気づかなかったけど、結構小魚がいますね。自然湧水なので、水はすごい綺麗ですね。ちべた。あ、カニ。カニさん。はい、加世田川の口口出てきました。おー。んで、加世田方面につながる線路跡です。なんでしょう。トンネルの伊集院側の方は風に揺られて木とかが擦れる音ですかね。なんかいろんな音が聞こえてたんですけど、トンネルの加世田川、こっち側は風も吹いてないし、不気味なほど静かですね。って言ってたら風が吹いてきた。やっぱ風が吹けばいろんな音がしますね。使われなくなったトンネルっていうのは独特の雰囲気がありますね。はい。とりあえず伊集院方面帰ります。よし。お邪魔しました。返事は？無視ですか。はい、伊集院川の口口です。まあ、この雰囲気からして、不気味といえば不気味ですけど、何ですかね。気持ちのいい不気味さっていうんですかね。いやー、いいです。まあ、前々から存在は知ってたんですけど、まあ、場所的になかなか来れる場所じゃなかったので、まあ、やっと来れて感動です。ありがとうございました。はい、とりあえず夜の太田トンネル、これでさよならです。それではまたあちら道なき道を戻ります。はい、無事に車まで帰ってきました。今回は日置市伊集院にある南薩鉄道の遺構である太田トンネルでした。たどり着くまではちょっとなかなか険しい道のりですけど、それだけの価値があるトンネルでした。鉄道跡とか廃道とか廃トンネル好きな方、よかったら見に行ってみてください。それではまた次の動画でさよなら。